AV 動画を見て水飲みます。献上するようななんか桃めっちゃ嬉しい。でしょ。強い人、優しい人。仕向けるって言っても違うね、誤解を言う。今から、読者の皆さんにいただいた質問に答えていきたいと思います。1問目からどうしてそんな可愛いんですか？どうしてそんな可愛いん可愛いんですか？可愛い人と一緒にいるからなんか引き上げられます。ビビってマジみんな可愛いよね。なんかモチベーションありがたい。私も本当にそうだと思います。可愛いものに可愛い人に囲まれてるとなんかこう自分も頑張ろうって思って、はい、そうなります。洗顔クレンジングとかしてなんか化粧水塗ってとかは全部一緒。その後何するの？もうそれで終わり？パックはする？パックしてスキンケア。パックしてパックの前にスキンケアはしないの？そのまんまパックで、そうなの。ちなみに私は美容液入れてからパックする。へえ。こちらが絶対効率良さそう。いやそんなことない。私は皮脂をめっちゃ落としてくれる洗顔が大好き。今夏だから、そう撮ってるのは夏なんですけど、なんか水彩の構想洗顔。私はなんだろう、クリスティーナのイラストリアスマスクが好きです。私の肌の悩み、赤みとかちょっとプツプツしたやつとか揺らぎとかを一気になくしてくれるので、それやります。日焼け対策は飲んで寝てます。トゥージュメロン、初めて聞いた。どうするの？トゥージュメロン。トゥージュメロン他に行って出してもらいました。日常は普通に日焼け止め塗るか、あと帽子かぶるとか。私はアップトゥーミーっていうコーセーから出てるリップがあるんですけど、それのハグマイリップの002番ずっと使ってます。ティントでちょっと赤ピンク系のリップなんですけど、プランパー効果もあるし、ティントだからなんか収録の時も使えるし。私はヘラのリップが最近ハマってて、なんか色味がくすんでる色味が多くってそれを使ってます。ちょっと詳しい品番は、グロスっぽいです。グロスですね。私はシャネルのチャンスのピンク、あれめっちゃいい匂いだよね。カル使ってます。私はエルメスのオージンジャー、なんかちょっと石鹸っぽいなんか爽やかな香りだから、なんかちょっと強くなる。全然柔らかい。ルイ・ヴィトンのエトワール・フィラ、金木犀か。ルラボ27番お花が結構。私は筋膜リリースに隠れます。毎日やります。それでベッドに寝るときに足を上に上げて90度。90度？足胴体と、そうです。壁90度で L 字になって全部こう下げて寝てます。でもめっちゃわかる。めっちゃ疲れ取れる。そう、でも一緒。本当に壁にさ足つけるとめっちゃなんかじわーってなるよね。あとなんか足の指、なんかそのハイヒールとか履いて歩くとここがギュッてなって血流詰まるから、ネイルするときにはめるやつはめて足開かせて、足裏に湿布貼る。台湾行った時に台湾でなんかその薬草と共に貼るやつあるじゃん。で起きて水浸しになってるやつ、あれめっちゃ効く。あれ大好き。だしパックにお湯入れて、その後にお味噌溶かして汁だけ味噌汁飲む。結構なんか寝る前とか塩分不足、糖分不足になってたりするから、それってなんか私はちょっと変な話になっちゃうんですけど、ウーバーイーツ
の食べたいものを片っ端からカゴに入れていくんですよ。うん。マジで食べたいものも全部入れて、でその後に大食い動画を見て水飲みます。これは本当なんかそれでめっちゃお腹空いちゃう人と、私みたいに逆にもうお腹いっぱいになる人に分かれると思うんですけど、私はそっちが結構有効で、なんか減量中とかってめっちゃそういうことをやるんで。待って、私それで言うと多分めっちゃ食べたくなる人だわ。今めっちゃお腹空いてきた、やばい。私はそれで満たされるタイプなんで、カゴに入れて買わないんですけど、入れるだけ入れて視覚でお腹いっぱいにします。なるほどね。もう満足するんだ、あそこで。野菜のボリュームを増やす。私は干し芋を食べます。干し芋大好き。でもなんで食べるの？干し芋。なんか芋は食物繊維が豊富っていうのを聞いたのと、あとその血糖値が上がったり下がったりするのが良くないみたいな、GH みたいなやつだよね。それだからお腹空いて食べると血糖値が爆上がりするから、それを緩やかにするために間食に甘いもの食べてますね。梅干しと佃煮。和食。生姜の佃煮をよく私の祖母が作ってくれる。手作り送ってくれるんだけど、いいな。梅干しも手作り。絶対美味しい。好き。ご飯のと海苔？韓国海苔、それとも海苔、普通の味海苔？ノーマル海苔。ノーマル海苔、何もついてない？塩もついてない？塩？なんか普通のこんぐらいのでかくない海苔をこうやって折って、そういうことね。瓶とかに入ってるとかじゃなくて普通の海苔。はいはいはい、海苔巻きとかになんか使えるやつでもあるやつだよね。はい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 。ペッてやって毎日欠かさずよく寝る。睡眠ダイエットにも大事。本当にだって寝ない次の日のさ、顔のむくみ半端ないじゃん。だからそれ諦めるっていうことも大事だけど、お風呂とかなるべく湯船張るとか、歩けるときは歩く。私はなんだろう、ストレッチポールに乗りますね。なんか本当に疲れてる時とかはストレッチポールにただこのストレッチポールの角に首当ててこうやってゴロゴロやって、ちょっと背骨でなんか自分の重心感じて、でやるときはちゃんと最後までストレッチしてとか、その日の疲れをむくみをその日に取り切るのを頑張ってます。お花見に行きました。その後なんかビール、いろんな国のビールがある世界のビールみたいなところに行ってお酒飲んで、はい、そんな初めてでした。私はセイラにあげるなら超高級ななんか献上するようななんか桃めっちゃ嬉しいでしょ。献上桃とかなんか献上いちごとかなんかフルーツ大好きだから、なんか自分じゃなんかもちろん買ってると思うけど、それよりもめっちゃランクが上の、多分何でも欲しいもの買えるから、なんかそうじゃなくてなんかこうで斜め上からの攻撃、のしとかついてるやつみたいなそうちゃんと皇族のお方にちゃんとやってますよっていうああいうやつ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。好きそう。私なんだろう、なんかその時のバズってる美容アイテムみたいな、とりあえず使ってほしいみたいな感じで好き。流行りのるのまと大好き。めてプレゼントする。いいねそれ。やばい。めっちゃ楽しい。きっかけ、まあでもビビで同い年だよね。なんか唯一の同い年っていうのが一番なんか私の中ではピンってきたけど、どこある？私もなんかビビの歴はめちゃめちゃ先輩。私が緊張したけど、なんかその同い年だねっていうので結構学生だった時に出会ってるから、それで話題がめっちゃ広がって仲良くなって。ね、しかもなんか勉強してる分野も結構似てたじゃん。あとなんか地元の友達トークとか、私もめっちゃ地元の友達トークめっちゃするから、そこもなんか似てた気がするね。諦めない、最後までしがみつく。なんか両方できる。頑張る。もうそれしかない。
なんかどっちも中途半端にやるよりどっちも頑張ったらどっちも頑張れる気がしました、頑張れー、絶対大丈夫だよ。応援してます。応援してるよ。頑張れ頑張れ。学生ちゃん旅行、遊びまくる、遊びまくる旅行。なんか妹が1個下で今社会人なんですけど、本当に休みが取れないんですよ、社会人って。で、休みが取れたとしても社会人の休みって他の社会人の休みと一緒だからめっちゃ混むし大変だし、だから時間の余裕がある時になんか自分の世界から一旦飛び出ることをやってみてほしい。でも私行ったことカナダいいよ。のびのびとしててほのぼのしてるし、自然豊かだし、英語圏だからすごい先生。私も友達みんな社会人会社員多くって本当に休み合わなくて全然どこも合わせるのが難しくっていけないので、あと夏休みとかも会社によって違うから、一緒の学生って別にどこの大学でも大体夏休みとかは一緒だから、休みが合ううちに遊んでなんか遊びまくった方がいいと思います。私の友達が大学卒業する前に貯金全部尽きるまでどっか行くって言ってもう超いろんなとこ行ってました。賢い。だって時間って戻んないじゃん。時間ってお金に換えれないから。しょうがないどうする？私もめっちゃ落ち込んでよく寝てしょうがない、次しないって思いますね。なんか気にはします。やっちゃったことミスなんで気にはするけど、引きずってたらパフォーマンス、その後のパフォーマンスが多分悪くなるタイプなんで、一回もう二度としないって決めて切り替えます。寝てなんでそうなったのかなみたいな原因をとりあえずこう分析じゃないけど、なんか眠れてないのかなんかわかんないけど、なんかそういうのがミスが減るような工夫をしていく。それは大丈夫でしょ。大丈夫。一旦なんか情報をシャットアウトすると、大体なんかストレスが関わりすぎのことの方が多いじゃん。なんか人間関係もそうだし、なんかそういうストレスはもうなんかSNS の見過ぎとか、それも全部一旦情報をシャットアウトする。私もそんなイライラしないんですけど、イライラしちゃう時は本当に自分に余裕がない時なんで、めっちゃ自分をいたわりますね。お買い物するとか、あとはなんか友達にちょっと声かけてなんかご飯行こうみたいな感じで会ってもらって、そこで何かこう悩みを話すとかはあんましないんですけど、とにかくそういうなんか自分を大切にできる時間、自分の好きな時間を過ごすように心がけますね。人による、その人に合わせる、会える時で、会える時に会えればって感じですね。合わせます。で、相手がさ、ね、なんか今日仕事終わりさ迎え行っていいとかさ、なんか仕事終わりこう会おうよっていうのが毎日だったらどう？じゃあ毎日じゃなくて、じゃあ毎日連絡は？毎日連絡、中身がどんな感じか意味のない会話はないのにやる意味はないと思います、だから毎日おはようおやすみの繰り返しとかだったら私はもう無理かな。相手によるかも。相手に合わせるタイプだ。相手に合わせる。強い人、優しい人根から優しい人がいい。でもなんかだましの優しさってあるじゃん。そういうのはいらないんですよ。そういうのじゃない。そういうのじゃなくて、普通にマジで純粋に優しい人がいい。無人島で生活できるような人。サバイバル力がある人みたいなことだ。私もなんか全部自分でできる人がいい。なんかうまく言えないけど、お互いがお互いを高め合えるような人がいいから、こっちが必要としたら頼れるし、こっちが必要とされたら頼られるしみたいな、そういうのがいい。ガンガンはいけないかも。そうガンガンは無理。けど、めっちゃマッチもしないかも。なんかちょっってなんかきっかけを見る。ご飯行こうくらい。でも私もご飯行こう全然いい。でも自分から告白はしない。
仕向けるけど、なんか仕向けるっていうか、違うね、誤解を言う。違う、なんかさ、自分を好きでいてくれるなっていうのが分かる人としかそもそもしない。なんか絶対そっちの方がいいじゃん。時間もったいない。私だったらどっちかを選びます。砕けた場合砕けるんだって思っていくか、その先に見える幸せな時間を我慢して今の幸せな時間、友達としての幸せな時間を選ぶかどっちかあー、なるほどね。にします。空気感的にいけるかいけないかってなんか、だからそこまで多分つついてないんじゃない？なるほど。だからちょっとつつく。ご飯さ、2人でご飯行こうとか、2人で行くんだってなりません？大人数で仲良かったのに2人で行くんだってちょっとハッとする気が、でそんでご飯の空気感とかで2回目あるかないかとか、ちょっとずつ。でもなんかそれで意識されてないことも絶対あるじゃん。そしたらもうそこは潔く、もうこの人振り向いてくれないってなったら多分スッてやめた方、友達のままでいた方が関係をうまく。そっか、言う前にやめ気づいてやめれば。そう。もし本当に気づかないんだったら友達のままでいればいいです。相手は星の数ほどいいよ。頑張ってください。応援します。うまくいきますように。ビビ紙面の方にはもっと詳しくインタビューだったりアイテムだったり載ってるので、ぜひ皆さん見てください。こちらの気になるものを集まってみよう。ビビ